UFC のウェルター級ランカー分析シリーズ、エンターテインメント性もすごい強いファイターなんで見てて楽しい。手の動きが上手くて、僕も結構作戦で入れたりするぐらい。18勝無敗18フィニッシュ。どんな化け物やねんって思うけど、見てください、顔。Welcome to リニアチャンネル。リニアチャンネルです。今日はこれシリーズ化するらしいんですが、 UFC のランカー分析シリーズになります。1位か15位まで各階級ね、ランキングあるけど、今日はじゃあウェルター級でランキングの中から何人か注目してる選手をピックして話すって感じでいいですかね。ファイター多いんでね、追い切れないですよ。各階級5、60人とかいると。なんで、ランカーの中でもさらに絞って分かりやすく話していければと思います。このチャンネルでは UFC の情報だったりを少しでも日本で浸透していければと思って発信したりしていますので、格闘技が好きだったり興味ある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。1人目、ずるいとこ行きますけど、マイケル・ベノム・ペイジ。ベラトールのファイターで MVP って言われるファイターが、この間 UFC299 で移籍して一発目の試合、いきなりランカーとやるっていう、やっぱ待遇はすごいですね。そこでケビン・ホーランドをしっかり圧倒してたのかな、あれは。判定勝ちですけど、結構ね、独特のリズムで翻弄してましたね。北米のメジャーのチャンピオンクラスが移籍するっていうのは結構ビッグに騒がれることなんで、ベラトールと UFC っていう構造で結構見られたりとか、前回の試合もちょっとあったんで、すごいやっぱ盛り上がったっすね。試合前も含め。試合もやっぱファイトスタイルが面白いんですよ。マイケル・ベノム・ペイジは。トリッキーで、いわゆる半身って言われる、もう、これが本当の半身ぐらいの、もう真横でステップ踏んでたりとかするぐらいの、日本の武道っぽい動きを取り入れてる、日本大好きなファイターで、日本でも一回試合してますね。ライジンとベラトールの共同開催だった時に、安西さんとやって勝ってるファイターなんですけど、格闘技結構見てる人もそうですけど、見てない人こそこういうファイターが入り口になって格闘技好きになるんじゃないかな。この動き面白いみたいなトリッキーな動きがするんですよね。ケビン・ホーランドがワンツーで倒れた後にこうちょっとふざけ入れたりとか。He has that sideways stance, that ability to blitz, but also so creative. It's fast. Look at this. And puts on a show. That right hand landed clean, man. Another one. Yeah. He hurt Kevin bad. Gatling has held up 2 takedowns on 4 attempts. Heavy right hand by Venom. That's a big one. And he's just so good at that trip. That trip is good. Oh, my goodness. Under 3 minutes to decide it. Nice kick to the body. Oh, the right hand. Look at this. Oh! Nasty elbow. エンターテインメント性もすごい強いファイターなんで、見てて楽しい。しかも実力あって、UFC に移籍して今一発目でランカーを食った。あと2試合挟んでタイトルマッチなのか1回。っていうところですね。ただ37歳なんですよ。2敗したらもうきついかなっていう感じですよね。1敗でも結構もうしんどいかなってなっちゃうぐらいのとこだと思うけど。ただね、スタイルが変則なんで、誰にでも勝つ可能性はある。と思います。時間差。なんでウェルター級一発目にしたかっていうとね、すげえ面白いっすよ。ウェルター級はランカー15位までまんべんなく。ウェルターはね、今来てる気がしますね。ニール・マグニーとか。でもマイケル・ペイジがここに入ってきたことによって新たな風が吹いてるんで、はい、すごい面白いですよ。これからウェルター級まだまだいますからね。2人目、ジャック・デラ・マダレナです。今5位にいるファイターなんですけど、前回ギルバート・バーンズ今6位のファイターです。膝で KO したファイター。ボクシング、パンチが綺麗で、使い方がうまいっすね。プレッシャーのかけ方も良くて、結構だから、代理戦争、試合前とか、マダレナの手の使い方を参考にしたり
しましたよ。慶一郎のへえ。試合。もうほんと、このマダレナ選手手の動きが上手くて、僕も結構作戦で入れたりするぐらい参考にしてるところもあったりしますね。前回の試合、バーンズにちょっとグラウンドコントロール、力で持ってかれてされたりして、3ラウンド最後あんま良くないポジション入ったんですよ。マダレナが。バーンズがこのまま上取ってれば、もしかしたらバーンズ勝ちかもみたいなところで、意味わかんないエスケープの仕方で寝ながら側転してエスケープして、立ち上がって最後膝で逆転勝ちみたいな試合だったんですけど、あれが降りてくるってやっぱ選ばれてる気がしますみたいなラストのワンチャンスをものにした勝ち方だったんで、これ今後来るんじゃねえかなっていうちょっと気になりました。あの瞬間でマダレナは超ちょっと僕これから注目してみようと思ってますね。でもケビン・ホーランドにスプリットなんだね。その前2試合はスプリットで競り勝ってる試合だから、接戦をものにする点を味方につける力もありつつ入ってくんじゃないかな。ウスマンとかとやったら面白いかもしれないですね。3人目はシャフカット・ラクモノフ、第3位の選手です。この選手3位なんですけど、18勝無敗、18フィニッシュ。どんな化け物やねんって思うけど、見てください。顔。これっすよ。騙されちゃダメっすよ、この顔に。慎重な戦い方するんですよ。重心ストーンって立って超いいバランスでプレスかけるんですよ。で、相手が我慢できなくなったところにスッて下がる。スッて下がるみたいなのを、ジャブとか細かいことしながら距離掴むのがうまいんですよね。相手にいろんな攻撃出させて。あとは、いろんな攻撃、あなたは今日こういうことを私に当てたいのね。なんか分かってから、こう淡々と胴タックル入ったりして、金網押し付けたりして、なんか気づいたら相手タップしてるみたいなこともあるし、この間のスティーブン・トンプソン戦なんかまさにそういう試合だったし、ほんと油断して見てたら、試合めっちゃ進んでんじゃんみたいになりますよ、ラクモノフは。クロート好みの戦い方するかもしれないですね。やっぱ最初の距離を見切るのがうまいし、正確、打撃もそうだし、寝技の重心の置き方も丁寧で。でも、エドワーズが負けるか、ウスマンも同じようにやられるのかって言ったら、ちょっと想像しにくいんで、楽しみなんですよね、ウェルターが結構。ちょっと異常なレコードのファイターですね。くしゃって笑いながらこうやってやって超可愛いみたいな。本当に個性豊かな選手が集まっている階級なんですね。そうですね。個性があってキャラが立ってるんですよね。でそこの頂点がエドワーズっていう、もうゴリゴリのギャング出身みたいなところがまたまらんですよね。でそこにいるチャンピオンのエドワーズは麻薬取引だったりストリートファイトだったりっていうすごい荒れた少年期を過ごしたって書いてある。乗り越えてますよね、そこのチャンピオンは。すごい経験を。今日は UFC のランカーについて語っていくシリーズのウェルター級について3人選んで話させてもらいました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ウェルター級ちょっと楽しみになったんで。本当です、なりましたね。よかったよかった。いつもこれ撮影させていただいてるんですけど、はい、新谷選手から聞く情報でこうどんどん勉強してますから、ね。マジっすか？そういう見方でね、視聴者の方もね、どんどん UFC を好きになっていって。そうですね。